話が弾まないを卒業。超雑談力に学ぶ。一瞬で距離を縮める5つの鉄則。エレベーターで女子と2人きり。沈黙が気まずい。初対面の人と何を話せばいいかわからず、結局天気の話しかなかった。そんな雑談の悩みを抱えていませんか？実は多くの人が雑談イコール面白い話をしなければならない。何か有益な情報を伝えなければならないと勘違いしています。ベストセラー超雑談力の著者は断言します。雑談は情報交換ではない、ただの人間関係のメンテナンスであると。この記事を読むことで、あなたは長みのない会話を楽しみ、誰とでも一瞬で打ち解ける超雑談力を身につけることができます。明日からのコミュニケーションが劇的に楽になる具体的なテクニックを解説していきましょう。1、雑談は長みがなくていい。今日から捨てるべき3つの思い込み、結論からお伝えします。雑談において結論や面白さは一切不要です。なぜなら雑談の目的は情報のやり取りではなく、私はあなたの敵ではありませんよ、仲良くしたいですよという安心感を許容することそのものだからです。例えば以下のような思い込みは今すぐ捨てましょう。オチのある話をしなければならない。相手のメタになるアドバイスをしなければならない。会話を完結させなければならない。これらはすべてビジネス会議や議論のルール、雑談でこれをやると相手は評価されていると感じてしまい、かえって距離が生まれてしまいます。結論を求めないことが会話を長続きさせるコツ。雑談を盛り上げるには話を着地させないことが重要です。例えば、最近暑いですねと言われたとき、そうですね、明日も暑いみたいですよと事実で返すと、そこで会話が止まってしまいます。そうですね、昨日ついに冷房をつけちゃいましたよ。このように結論ではなく、自分のちょっとした近況や感情を付け加えることだけで、相手は、あ、私も昨日つけたんです、と返しやすくなります。2、誰でも会話が途切れない。超雑談力最強のテクニック。ここからは本書でも紹介されている具体的な超雑談力のテクニックを見ていきましょう。最も効果的なのは相槌プラスアルファ付け足しのルールです。基本はオム返しプラス感情を極めること。相手の話に対して気の利いた返事をしようと焦る必要はありません。まずは相手の言葉をそのまま繰り返すオム返しから始めましょう。例えば以下のシチュエーションをイメージしてください。相手は最近キャンプにハマってるんですよ。
自分 NG の場合、キャンプって準備が大変そうですよね。否定的な評価。自分 OK の場合、キャンプですか？いいですね。最近流行ってますよね。オム返しプラス肯定。このように相手が投げたボールをそのまま優しく投げ返すだけで相手は自分の話を肯定してくれたと感じて自然と次の話をしてくれます。雑談をスムーズにするチェックリスト。相手の話を最後まで聞く。途中で遮らない。相手のキーワードを思い返しする。自分の感情、嬉しい、驚いたなどを添える。正しいかどうかをジャッジしない。質問ではなく、エピソードで返す。質問攻めは相手にプレッシャーを与えます。そこで質問の代わりに自分のちょっとした失敗談や感想を伝えるのが鉄則です。例えば、趣味は何ですかと聞くよりも、最近運動不足解消に YouTube でタクトレを始めたんですけど、3日で筋肉痛になっちゃって、と自分の状況を先に自己開示してみましょう。相手は、実は私も、と自分の話をしやすくなります。3、よくある勘違い。相手を疲れさせる評価やアドバイス。良かれと思ってやってしまいがちなのが、相手の話を評価したり、解決しようとしたりすることです。例えば、同僚が最近仕事が忙しくて寝不足なんだよねと言ったとき、それは効率が悪いからじゃない？タスク管理を見直したらと返してはいませんか？これは雑談における致命的な NG です。相手は解決策を求めているのではなく、大変だねという共感を求めています。ここでは、これは大変だね。昨日も遅かったのと寄り添うだけで十分なのです。ビジネスとプライベートの雑談を使い分ける。ビジネスの雑談、信頼を築くためのもの。清潔感とマナーが最優先。プライベートの雑談、共感を深めるためのもの。弱みを見せる、自己開示のが有効。これを混同しないように意識するだけで、人間関係のトラブルは劇的に減ります。まとめ。明日からできる超雑談力アクションプラン。最後に本日の内容をまとめます。雑談の目的は情報交換ではなく安心感の共有と知る。結論、オチ、アドバイスを潔く捨てる。恩返しプラス感情で相手のボールを優しく返す。挨拶プラス一言から始める。明日からのアクションプラン。まずはコンビニの店員さんや同僚に挨拶だけでなく一言、今日はいい天気ですね、などを付け加えることから始めてみてください。そのただ一言の積み重ねがあなたの人間関係を驚くほど豊かにしてくれるはずです。4.
新別、今日から使える超雑談の具体例。雑談の基本を理解したら、次は実践です。日常でよくある気まずい瞬間をどう切り抜けるべきか、超雑談力流の解決策を具体的に提示します。初対面編。質問よりもつぶやきが場を和ませる。結論から言うと、初対面では質問攻めにするよりも独り言のようなつぶやきを許容するのが正解です。なぜなら初対面の相手からの質問は時として尋問のように感じさせてしまうからです。例えば交流会やパーティーの席で NG なのは、お仕事は何をされてるんですか？お住まいはどちらですか？ OK の場合は、ここの会場少し冷房が効いていて涼しいですね。あそこの料理すごく美味しそうですよ。このように今この瞬間に許容している環境についてつぶやいてみてください。あ、本当ですね。私も少し寒いと思っていました。と、相手が無理なく乗っかれる隙間を作ることが超雑談力の第一歩です。職場ビジネス編。相槌に自分の意見を混ぜない。仕事関係の人との雑談では、つい有の差を見せようとして自分の意見を言いたくなります。しかし、雑談における正解は徹底した同調です。具体的には、相手の話をジャッジせず 100% 肯定してください。NG の場合、それはちょっと効率が悪いかもしれませんね。OK の場合、なるほど。それは大変でしたね。お疲れ様です。ビジネスマンにとって職場は常に評価にさらされる場所です。だからこそ雑談の時間ぐらいは評価されない、安心できる時間を提供できる人が結果としてこの人とまだ話したいと思われる信頼を勝ち取ります。5、リモート時代だからこそ求められる超雑談力。昨今のリモートワーク復旧により、オンライン会議の前後にあるちょっとした沈黙に悩む人が増えています。画面越しでも心理的安全性を作る方法。オンラインでの雑談の結論は、自分の背景、プライベートを少しだけ晒すことです。画面越しでは相手の情報が極端に少ないため、心理的な壁ができやすくなります。その壁を壊すために自分のプライベートをスパイスとして加えます。例えば、本題に入る前の30秒でこう伝えます。すいません。後ろで猫が騒ぐかもしれませんが、気にしないでくださいね。最近家でコーヒーを入れるのにハマっていて、今日も準備万端なんです。こうしたちょっとした隙を見せることで、相手も実は私も最近と話しやすくなり、会議時代の雰囲気も円滑になります。6、やってはいけない雑談の議論に書いてしまう人の特徴。多くの人が陥りがちな雑談の罠があります。それは正論で
相手を論破してしまうことです。アドバイスは雑談の天敵。例えば、友人が最近太っちゃって困ってるんだよねと言ったとき、論破派は糖質制限して毎日30分歩けば痩せるよ。やるかやらないかだよ。超雑談派はわかる。冬場ってつい食べ過ぎちゃうんだよね。私も最近お腹周りが。雑談に解決は不要です。あなたの気持ちわかりますよ。という共感のパスを回し続けることこそが超雑談力の極意です。雑談を壊す3つの D に注意。1つ目、でも、否定から入る。2つ目、だって、言い訳をする。3つ目、どうせ、ネガティブに決めつける。これらは相手の会話の意欲を根こそぎ奪います。心当たりのある方は今日から封印しましょう。7、まとめ。超雑談力を武器に人間関係をアップデートしよう。この記事では超雑談力に基づいた会話を途切れさせない、好かれるための技術を解決してきました。最後に、これだけは覚えておいてください。雑談とは中身を伝えるものではなく、心を伝えるものです。うまく話そうとする必要はありません。あなたの話を楽しんでいますよという姿勢をオウ返しや笑顔で伝えるだけでいいのです。今すぐ実践3つのアクションプラン。でも、だってを封印し、そうですねから会話を始める。相手の話をそのまま繰り返す。オウ返しを3回試してみる。会話の中に自分の感情、嬉しい、驚いた、困ったを一つ混ぜる。まずは今日。身近な誰かに今日はいい天気ですね。プラス、どこか出かけたくなりますね。と一言備えてください。その小さな一歩があなたの人生を劇的に変えるコミュニケーションの始まりになります。8、知っているだけで差がつく雑談を広げる最強のフレーズ集。テクニックを理解しても、いざという時に言葉が出てこないという不安はありませんか？そんな時に役立つ困った時の魔法のフレーズを用意しておきましょう。実は最強のパスポート。会話が一段落してしまった時、沈黙を破る最もスマートな言葉が実はです。実は私、最近何々に挑戦してるんです。実はさっきの会議で少し緊張しちゃいまして。実はという言葉には、あなたにだけ打ち上げますというニュアンスが含まれます。これを聞いた相手は、自分を信頼してくれているんだなと感じ、一気に親近感が高まります。お聞きしたいのですが、相手を主役にする。人は本来自分のことを話したい生き物です。相手が得意そうな分野や興味を持っていることに対して
教えてもらう姿勢で質問を投げかけましょう。上田さん、ガジェット機に詳しいとお聞きしたのですが、おすすめのイヤホンはありますか？何々のプロジェクトにすごく評判がいいですね。コツをお聞きしてもいいですか？このように相手の専門性や努力を認めつつ質問することで、相手は気分よく饒舌に語ってくれるようになります。9、心理的なアプローチ。なぜ超雑談力で人生が変わるのか。なぜ単なる雑談がここまで重要視されるのでしょうか。それは雑談が心理的な安全性を構築する最も手軽くで強力な手段だからです。偏方性の原理を味方につける。あなたが実はと自己開示すれば、相手も実は私もと心を開いてくれます。あなたが笑顔で接すれば、相手も笑顔を返しやすくなります。これを心理学で行為の偏方性と呼びます。雑談はこの小さな行為の交換を何度も繰り返す作業です。この積み重ねが大きなビジネスチャンスや揺るぎない信頼関係へとつながっていくのです。10、保存版超雑談力実践チェックリスト。ここまで解決したポイントを明日からすぐに使えるようチェックリストにまとめました。会話の前にスマホでさっと確認してみてください。表情、口角を少し上げ、穏やかな表情をしているか。肯定、相手の第一声に対して、そうですね、と肯定から入っているか。相づち、オウム返しと感情の言葉を混ぜているか。アドバイス、解決策を提示したくなっていないか。共感に徹する。自己開示、自分のちょっとした隙を自分から見せているか。まとめ、雑談は技術です。才能はいりません。自分は口下手だから、性格が内向的だから、そんな風に諦める必要は全くありません。伊予田達成氏の超雑談力が教えてくれるのは、雑談は性格の問題ではなく、単なる技術であるということです。自転車の乗り方を覚えると同じように、正しいルールを知り、何度か練習すれば、誰でも必ずできるようになります。今日のアクションプラン。身近な人に挨拶プラスアルファの一言をかける。相手の話を否定せず、一度そうですねと飲み込む。完璧を目指さない。気まずい沈黙も雑談の一部と割り切る。雑談が変われば、あなたの周りの空気が変わります。空気が変われば、人間関係が、そして人生が劇的に動き始めます。まずは明日、一言、今日はいいお天気になりそうですね。その一言から新しいあなたの毎日をスタートさせてください。雑談の極意を簡潔解説。超雑談力のメソッドを応用し、初対面からビジネスまで
一瞬で信頼を築く具体的なフレーズや心理学的テクニックを網羅しました。口下手でも大丈夫。今日から使えるアクションプランであなたの人間関係を劇的に変えましょう。